いやー、これすごいな。いや、スコープついてますよ。いや、ストックもこれリアルだね。これね M40 って何なのってことでね、合成高いよこれ、ガチガチ。いや、これはコスパやばいわ、本当にこれやばい。はい、皆さんこんにちは。エアソフトテックです。今回ご紹介するのはですね、中華製廃墟式のね M40A6 ということで、こちらね、最初まず開封で組み立てした後に、M40A6 でどういう銃なのかっていうことで実銃解説した後に外観の方じっくりレビューで、最後に実写ということでね、こういう流れでやっていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、外箱ね、こんな感じで段ボールっぽい感じのね外箱だったんですけど、さあ開けてみましょう。どんな感じなのかな。ボーン、いい、これすげえぞ。いや、今回ねブラックカラーにしてみました。いいですね。いや、これ廃墟式なのでね、これナーフ系なんですよ。なんで弾頭ね2種類、いつものようにね吸盤タイプと通常タイプで、カートリッジがこれでかいな。カートリッジ、ブラックのねプラスチック製のカートリッジなんでしょうか。5本付属しておりました。でね、こちら玉詰まりのためのクリーニングロッドですかね。はい、付属してます。で、すごいですね、スコープが付属してるんですね、これ。で、スコープがちょっと先端取れちゃいましたけど、すごいな。スコープついてますね。いいね。お買い得ですよね、スコープまでつけてもらってね。はい、それではね、お待ちかねの本体の方取り出してみましょう。おー、すごいな。ずっしり重たいですね。いや、全体的に重いぞ。結構安っぽい感じしないですよ、これ。期待ができるんではないでしょうか。ストック周りとかもごっついね。楽しみですね。それじゃあね、スコープの方サクサクっと取り付けていきましょう。ね、スコープね、一応マウントリングともう一体形成になってまして、ピカティニレールなんでしょうか。レールにね、サクサクっと付けられるようになってました。で、意外とね、基部プラスチックっぽいんですけど、グラつき等は一切ないですね。しっかりとマウントできていると思います。ね、この辺のスコープのね、後で詳細見ていきたいと思います。でね、ここでね、実銃解説っていうことでね、M40A6 って何なのっていう方のための実銃解説の方ね、やっていきたいと思います。分かってるよっていう方はね、飛ばしていただいて。はい、レミントン M700 がベースの軍用狙撃銃なんですよね、M40A6 っていうのは。で、レミントン M700 で、銃器メーカーレミントンアームズ社が1962年に開発したボルトアクション式のライフルです。で、こちらレミントンのロゴ、アメリカを代表する超名門の銃器メーカーです。有名なのがですね、M870 ショットガンでね、セミオートショットガンの M1100 なんかも有名だと思います。はい、時は1950年代、ある出来事が起こりました。はい、その通りベトナム戦争ですね。ベトナム戦争が始まります。でね、ベトナム戦争といえばジャングルでの近接戦闘がメインなんじゃないかと思われると思うんですけども、一応ね、海兵隊狙撃チームによって狙撃銃も運用されていました。はい、当時海兵隊はね、民間用のウィンチェスターを M70 等を使っておりました。当時のスナイパーライフルは精度の良い照準を選んでスコープを装着した簡易的なものがほとんどでした。ですので、軍用狙撃銃っていうのはなかったんですけど、海兵隊もね、その重要性に気づいていきます。そこで、レミントン M700、これまで使われていたものを改良して作られたのが M40 シリーズなんですね。はい、こちら初期の M40 です。でね、M40 初期のものはね、木製ストックを採用しております。田中がね、このタイプをガスガンで発売しております。でね、その後 M40 シリーズは海兵隊独自で開発していくことになりました。はい、1970年代には M40A1 プラスチック製ストックになりました。で、2000年代に M40A3 米海兵隊によって開発されたマクミランタクティカルスナイパーストックを装備しております。かっこいいですね。M40A4
こちらはね、マズルブレーキを装着してね、よりごつい見た目に変化してますね。2009年に M40A5 が開発されます。東京マルイがね、このタイプをエアガンで発売しております。はい。こちら2010年代前半に M40A6 がついに開発されます。今回の製品はこのタイプがモデルとなっております。で、こちら A6 暗視装置装着のためレールを延長させており、車種の体型に合わせやすい可変ストックに変化しております。で、ストックはコンパクトに折りたたみすることが可能です。いいですね。かっこいいですね。このタイプね、なかなかタクティカルですよね。50年近く進化を続けてきた意外と歴史の長い M40 狙撃銃なんですけれども、最近ね、2018年に入りまして、アメリカ海兵隊は M13 モード7の採用を決定しております。なのでね、M40 今後海兵隊でどのように運用されていくのか気になりますね。はい。それではね、今の実銃解説をね、元にね、外観の方をチェックしていきたいと思います。どれだけね、ディティール細かく再現されているんでしょうか。気になりますね。まずはね、A3 の時にね、追加されたマズル。こちらもね、マズルいいですね。ちょっと下にね、パーティングラインが目立つんですけど、プラスチック製ですけどね、造形はいいんじゃないでしょうか。このようにね、スポット簡単に取り外すことができます。特に M14 のね、逆ネジとかが切ってあるわけではないですね。はい、こちらね、4面レールのストックなんですけど、レールシステムいいですね。ここね、短いレールがね、下部と横。で、QB スリングの穴でしょうかね、ついてますね。いやー、これは拡張性がありそうな感じですね。で、こちらね、レール、ハンドガードの部分ね、ちょっとパーティングラインというか造形の粗が目立つかなという感じですね。これもね、ちょっと、パーティングラインっていうか、成形跡っていうかね、このビラビラがね、ちょっと出ちゃってるんで、ちょっとどうかなっていう感じではあるんですけど、気になる方はね、デザインナイフでね、切り取っていただければいいかなと思います。で、全体の合成なんですけども、めちゃめちゃ硬いですね。すごい。プラスチック製とは思えないぐらいね、きしみやガタつき一切ないですね。カッチカチですね。多分ナイロン系のね、樹脂だと思うんですけど、かなり合成は高いのではないでしょうか。ね、下部、パーティングラインは見えるんですけどね。一応ね、ザラザラとした脂肪加工がされてまして、安い感じはしないですね。で、ボルト周りなんですけれども、カチカチとね、小気味よく動きます。ボルトもね、ちょっとぐらつきはあるんですけど、使いやすいんじゃないでしょうかね。はい、引き出しはね、かなり軽いですね。で、押し込み式のボルトになっておりますので、押し込むときにスプリングテンションがかかるという形式ですね。このように押し込むときにスプリングのテンションがかかります。トリガー引いてみます。かわいいですね。ボルトがポヨンって上がるんですけど、トリガープルめちゃめちゃ軽いですね。この辺はエアコキなのでかなり軽い部類に入るんじゃないかなと思います。ボルト、このようにね、押し込みの時に力がね、かかるのでね、コツがいるかなという感じですね。でもトリガープルね、非常にいいですね。トリガーもね、シルキーです。こちらね、トリガーガードにね、またビラビラがついてましたね。ちょっと気になるかなという感じです。はい、セーフティー、こちらね、VSR10 とかと同じような感じでね、実銃同様の位置にね、セーフティーついております。セーフティーもね、きちっと効きますね。当たり前ですけどね。はい。いいですね。これ、セーフティーのレバーは金属製ですね。で、ボルトも金属製でできております。で、謎の刻印が入ってますね。刻印入ってんのここが唯一ですね。他にはね、刻印とかは一切入ってないです。で、マガジンキャッチもね、非常に押しやすいですね。マガジン本体も、ザラザラとした加工がされておりまして、安い感じはしないかなという感じです。で、特にね、下部の蓋が取れるとか、そういう分解はできないみたいですね。はい、マガジンね、表面がね、ザラザラの加工されてるんで、安い感じはしないんですよね。その辺がうまいなという感じです。で、上部ね、非常にね、カートリッジが入るのでリアルな構造になっております。はい。これやっぱ気になりますね、このビロビロ。早く取ろう、これ。ね。はい、マガジンキャッチ。スプリングのテンションでカチカチ動きます。マガジンもね、刺したらね、カチッとはまりますね。途中で脱落するような安い感じではないですね。
でマガジンもねぐらつきほぼないのでタイトな入り具合なんじゃないかなと思います。いいね。でグリップなんですけどね、こう電動ガンと違ってね、やっぱ内部はガラガラでね、この辺もリアルだなと思いました。でね、グリップもね割としっかりしてて、この加工がね、表面の加工がねいいですよね。握りやすいんじゃないかなと思います。でストックなんですけど、この価格帯でこのストックの再現度やばくないですか。でこのレバーをね上げるとね、このストックパッドをね調整する機構があるんですけど、これがねめちゃめちゃねリアルでねいいんですよ。サクサクとね動かせるんですよね。で自分のそのストックのポジションね、好きな位置にね合わせることができます。で調整してねレバーを倒してあげればねガチガチに固定されるんですよね。全然ぐらつかないんですよ。これどういうことって感じですよね。樹脂でできてるのにね。でキュービースリングのねホルダーと各部レールがいろいろついてますね。で非常にね調整もしやすいのでね、実用性あるんじゃないでしょうか。すごいね、拡張性が至るところにね現れてますよね。でストックパッドもねちょっとゴムっぽい別素材になっておりまして、結構質感いいですよ。で取れたりとかはしないみたいですね。で上のねチークパッド部分も調整可能です。チークパッドプラスチックなんですけど、まあこんなもんかなという感じですね。ザラザラの加工されてますね。はい、裏側ねやっぱ力かかる部分はね金属でできてますね。亜鉛合金かな、多分そんな感じだと思います。黒染めされてますね。はい、これストック折りたたみ機構なんですけど、こうレバーをね倒していいね、カチッとはまるんですよこのストック。いやとても1万円しないような製品のクオリティじゃないんですよね本当に。でストックもね非常に折りたたみしやすいですね。素晴らしい。で全然ぐらつきがねないんですよ。すごいよこれ、きちっとはまりますし素晴らしいなと思います。ストック折りたたみますとねかなり短くなりますね。コンパクトに、ね、なりますんで持ち運びにも便利なのかなと思います。でこちらねボタンを押しますと、このロック機構ですね、レバーのロック機構がカチカチと動いて固定できるみたいですね。こちらはね金属製になっておりますので耐久性もあるんじゃないかなと思います。で折りたたむとねボルトがね引けなくなるんですよね。この辺の安全機構もね実銃と同様なのかなと思います。すごいね、ボルトがね全く動かないですね。はい。でねこちら面白かったのがねボルトの分割機構なんですよね。これすごいよ、リアルですね。このレバーを引き上げながらカチッとやるとねボルト取り外せるんですよ。リアルじゃないですかこれ。でねマズルこちらこんな感じになっております。いいね、ボルトもリアルだな。なんかボルトプラスチック製なんですよね、ハンドル以外はね。でこのようにね内部のバネとかもいろいろ見えちゃってますね。いいね。でちょっと適度にオイルが吹いてありますね。でエンド部分六角レンチネジの部分がね見えますね。いや素晴らしいよこの分解機構とかで。ボルトもですねこちらのレバートリガーを引いてね視野を落としながらレバーを引いて押し込んであげるときちっと入りますね。いやーここまでリアルに再現されているのかっていう感動を覚えましたね。でスコープなんですけど、こちら付属のスコープね、特にね調整機構とかはないですね。本当に見た目だけのね飾りアイテムっていう感じではあるんですけど、上もね継ぎ目が見えちゃってるんですけど、いやでもねこういう造形アイテムねつけてくれるだけでもありがたいですよね。こちらねキャップ部分ね簡単に取れちゃうんですよね。なんか気になる方は接着剤とかで留めた方がいいかなという感じです。一応サイティングテレスコープっていうねプリントで 32XHG サイツって書いてありますね。一応覗いた感じなんですけども、レンズ2枚入ってまして、ちょっとだけ倍率2倍ぐらいの倍率入ってるかなっていう感じですね。ちょっと使えるような代物ではないので、皆さん安いスコープとかつけてね楽しんでいただければいいかなと思います。でカートリッジなんですけどもね、お尻の部分がねこれゴムパッキン入っててね気密性をね上げる目的なんでしょうね。で一応ねプラスチックの筒ですね本当に。いやでもねこれでかいな意外と。カートリッジねすごいですね。こちらねバレット
前ね、紹介した廃墟式のね、リアルサイズ対物ライフルってことでね、紹介してたやつのね、カートリッジなんですけど、もう中にすっぽり入っちゃうぐらいですよね。まあ、どれだけバレットの弾がでかいかってことなんですけど。で、リーエンフィールド。こちらね、リアル廃墟のリーエンフィールドのね、弾と比較してみました。まあ、ちょっとリーエンフィールドのやつの方が細いですね、やっぱり。ね、ちょっと黒っていうのはね、どうなのかなって思いますよね。ちょっと、ね、真鍮っぽい色のね、カートリッジがね、あれば、それに交換したいところではありますね。はい、マガジンにね、一発一発装填してみます。いいですね。素晴らしい。でね、これ廃墟アクション。やってみましょう。どんな感じなんでしょうか。いや、いいよ。すごい飛ぶ。カートリッジが。すごい飛びますね。でね、カートリッジがね、床に転がる音がね、打ってるなーっていう感じしますよね。いや、素晴らしいな。で、ストックもね、折りたたみもできるし、素晴らしいですね。本当に。コンパクトになるし。ね、一応ね、これエマージェンシーリロード、チャンバーに直接入れるタイプのリロードやってみました。普通ね、ボルトアクションでこんなことしないですよね。狙撃大会とかで海兵隊の人がね、薬室に一発一発入れるっていう動画見たことありますよね。そういう本当プロの人がね、やるやつだと思うんですけど。一応ね、弾込めもしてみました。こちらナーフ系の弾頭、結構長いタイプがね、付属しておりました。で、5発入れてね、マガジンにセットして準備完了です。でね、標的、一応ね、ペットボトル5本用意してね、どれだけ当てられるのかやってみたいと思います。いいね。で、初弾をチャンバーに送り込んで、このアクションですよ。ちょっとね、スコープ使って撃ってみますか。お、当たりましたね。いいね。当たった当たった。結構ボーンってね、勢いよく出ますね。当たるか。いい。当たる。結構狙ったとこにストーンといきますね。もうこういうのでいいんですよ。もう BB 弾とか飛ばなくてもね、こういうのでいいんですよ。いや、楽しいわ、これは。カートリッジね、やっぱレバーアクションをね、カチャンと早くやるとね、カートリッジも派手に飛ぶのでね、非常に面白いですね。はい、どんどん打っていきましょう。でね、このようにね、チャンバーに送り込まれますね。あ、29弾されましたね。こういうね、ジャムとかも醍醐味ですよね。いや、いいよ。楽しい。これね、やっぱ一発一発ね、チャンバーに送り込むっていうこの確実性がね、海兵隊でも評価されてますよね、やっぱり。動作の。ね、こちらね、非常に面白いですね。M40A6。で、値段がね、9000何百円とかなんですよ。すげえ安いんですよね。なんでね、1万円切れてて、このクオリティ。単カラーのタイプとかね、いろいろバリエーションあるみたいなのでね、いろいろ見ていただければいいかなと思います。ね、こちらのね、ナーフ系トイガン非常におすすめですので、ぜひ皆さん購入してみてください。以上、エアソフトテックでした。